どうも皆さんこんにちは。モエナの鬼です。こちらに映っているのはモンスターエナジーというエナジードリンクですね。プシュッと。やっぱモンエナっすよ。モンエナ。こちらにね、成分が書いてありますけれども、名称炭酸飲料、原材料名、砂糖類、砂糖、ブドウ糖、高麗人参エキス、L カルニチン、L 主石酸塩、塩化ナトリウム、ガラーナ種子エキス、クエン酸、炭酸香料、クエン酸ナトリウム、甘味料、D リボース、スクラロース、L アルギニン、保存料、安息鉱酸、カフェイン、ナイアシン。そう、カフェインが入ってあるんですよね。カフェインが入ってて、あとアルギニンか。アルギニンはほら、L アルギニンが入ってて、これがね、活力の源になるんですよ。私、社畜だった時はね、毎日出勤前に、というか出勤中にね、一杯、通勤途中でこれ開けて、モエナ一本開けまして、もうそれでね、気合い入れていってました。モエナなくして私は働くことはできなかったでしょう。まあ、偉大な飲み物ですよね。まあ、まずいんですけども。このケミカルでいかにも体に悪そうなまずさが癖になりますよね。でもね、オレンジのやつは美味しいですよ。オレンジのモエナあるんですけども、オレンジのやつはね、なんか、みかんの味がして、みかんフレーバーが入っててね、あれは普通に美味しいと思います。素直にね。でもこの緑のノーマルのモエナは正直、まずいんですけども、でもやっぱりね、まずさの中にも魅力があるんですよね、これは。素晴らしい飲み物です。ところで皆さん、この物体なんだと思いますか、これ。これはタンパク質の塊、魚肉ですね。魚肉、魚の肉です。タラの肉ですね。マダラという種類の。ところで皆さん、なんか魚肉の上で何かうごめいてますね。細長い物体が。ほら、うごめいてるんですよ。皆さん、これ何だと思いますか？これ。これはアニサキスという寄生虫ですね。よくタラに寄生してるんですけども、別にタラ以外にもね、普通に魚類とかイカに寄生していたりします。アニサキスはね、最終的にはクジラとかイルカとか、アザラシとかね、海の哺乳類に寄生して、それで卵を産むんですけれども、それまでの間にね、甲殻類、まず最初甲殻類に寄生して、その甲殻類が魚に食べられることによって、魚やイカに食べられることによって、魚やイカに寄生して、で、その魚やイカが、海の哺乳類、クジラとか、イルカとか、アザラシとかに食べられることによって、それらで海獣に最終的に寄生するんですね。なのでね、これはまだ中間形態、幼虫ですね。アニサキスの幼虫、赤ちゃん、バブです。君たちと同じですよね。ほら見てください。元気にくねってますね。まるで皆さんのようです。まるでお子ちゃまの皆さんのようにね、元気いっぱいですね。子供は元気が一番ですからね。今日はこの元気に動くアニサキスを、モンスターエナジーの中にぶち込んだら、一体どうなるのか実験してみようと思います。ちょっとその前に、これ飲みますね。ところで皆さん、クモがカフェインで酔っ払うのは知ってますか？クモってね、カフェイン摂取させると、なんか酔うらしいんですよ。なんか網の作り方がぐっちゃぐちゃになったりね、なんか動きがおかしくなるみたいなんです。で、さっきも成分見せましたけど、これカフェイン入ってるんですよ。クモはね、カフェインで酔いますけども、もしかしたらアニサキスもカフェインで酔うかもしれないんでね、このアニサキスがモンエナのカフェインの前に敗れ去るのか、それとも勝つのか、楽しみですね。この缶の中にアニサキス入れちゃうと中の様子が観察できないので、こちらの容器にモンスターエナジーを注ぎます。はい。トク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 。こんな感じかな？いい感じ。なんかお茶みたいな色してますよね。モンエナもお茶もね、カフェイン入ってますから同じようなもんですよ。なんでモンエナはお茶。それでは投入します。ポチョーン。細かい気泡が発生してます。ちょっと表面が乾いとったからかな。細かい泡が表面について、うねって動いてますね。アニサキスはモンエナの中だと浮かぶんですね。水だと沈むんですけどね、塩水でも。モンエナは比重が重たいのでアニサキス浮いてしまうみたいです。多分海水よりも比重が大きいんでしょうね。投入してから5分。まだ動いてます。元気に動いてますね。モンエナに浸るアニサキスを眺めながら、モンエナ飲みます。
萌えなに浸ったアニサキスを見ながら飲む萌えなもなかなかおつなもんですよ。10分経過しましたけどまだ動いてます。しぶといね。カフェインで酔ってる様子はありませんね。15分ほど経過しまして、体の表面についていた気泡らしきものはね、ほとんどなくなったんですけど、それでもまだ浮かんでますね。つけてから約30分、アニサキスは平然と泳ぎ回ってます。というか、つけた直後よりもなんか元気になってますね。アニサキスなんかパワーアップしてます。アニサキスももしかしたら、萌えな、効くのかな？アニサキスもアルギニンでパワーアップしちゃった？カフェインで覚醒しちゃったかな？アニサキス元気やな。なんか育ててみたいな、ちょっと。培地で培養する方法あるみたいなんですけども、培地の材料が、そんなね、一般人が入手できるようなもんじゃなかったんで、ちょっとね、断念したんですけれども、アニサキスね、なんかね、その、魚肉とかさ、なんかあん肝とかで培養できへんかな。魚肉とかあん肝とかで育てられへんかな。アニサキスの成虫を見たいんやよな。アニサキスの成虫は海獣に寄生するので、アニサキスの成虫見たかったら、海獣を捕まえてね、お腹かっさばくしかないんですけれども、基本そういうのって違法なんで、なのでね、なんとか、その成虫まで人工的に培養できたらなって思うんですけど、なんか素人が培養できる方法ってないのかな？こんな元気に泳いどったらさ、なんか培養できそうな気がしてくるよね。萌えなで培養できたりせんのかいな。寄生虫ってね、基本的に宿主死んじゃったらもうそこで終わりですからね。こういうのはね、体の中に寄生して、栄養搾取して生きてるような寄生虫はね、宿主死んじゃったら終わりなんですよ。ね、ニートが親死んだら人生積むのと同じですよ。宿主死んだら終わりなんで。なので、このアニサキスはもう寄生していたタラが漁船に捕まった時点で死ぬ運命なんですけれども、ダメ元でちょっと切り身の上で培養してみようかな。このまま生きていられたらね。全然死ぬ気配ありませんけどね。めっちゃ元気に動き回っとるわ。なんかどんどん元気になっていきますね。やばいな、アニサキス。アニサキスも萌えな好きなんちゃう。ほら、ほら。元気元気。もうね、この動画見てる子供たち、皆さんぐらい元気ですよ、本当に。みんなもこれぐらい元気でしょ、どうせ。これぐらい元気であってほしいのよ、子供には。私ね、鬼とか言ってますけど、神様でもあるんで、やっぱ神様としてはね、子供の幸せを願わずにはいられないわけですよ。皆さんたちお子ちゃまが健やかに成長して、もう立派な大人になってね、もう元気に、幸せに生きていってほしいんですよ、神様としては。本当にお子ちゃまの皆さん聞いてますか？今ね、2020年ですけど、この動画撮ってるの。もしかしたらね、2120年、2220年、2320年になってもね、この動画残ってて、この動画見てる人がいるかもしれないんでね、言っときますけど、もうおーちゃんはね、いつの時代、どこの国の子供たちも、もう元気で、幸せになってほしいと思ってます。笑顔でね、もう健やかに育ってください。元気で。このアニサキスのように。でも皆さんは長生きしてくださいね。そこはアニサキス見習わないでくださいね。今のこのアニサキスのこの元気さを見習ってほしいんです。なんでもね、物事にはいい面悪い面っていうのがあるんですよ。で、いい面は積極的に取り入れて、自分のものにしていってください。いい面は、アニサキス元気だなって思ったら自分も元気になるわけ。でもアニサキスって宿主死んだら終わりか。じゃあ俺はちょっと寄生はちょっとやめとこうかみたいなね。そういう風に、いいとこを取る、いいとこ取りをしていく。そしたらね、もうどんどんみんなね、立派でいい人間になっていくし、世の中も良くなっていくと思うから、本当にみんなね、元気に過ごして、元気に。もう2220年の皆さんも、聞いてますかね ?2220 年の皆さん。2320年の皆さんも、3020年の皆さんももしかしたら聞いてるかもしれないですけども、みんな元気に生きていってくださいね。元気に生きていって、どんどん世界を良くして、人類繋いでいってください。よろしくお願いします。神様はね、2020年の神様は、皆さんの幸せ願ってますんでね。投入してから45分ほど経過してます。なんか沈みましたね、アニサキスが。モンスターエナジーが体に浸透したことで、比重が重くなって沈んだんでしょうか。1時間だけのつもりがね、ちょっとカナヘビに餌やってて、あんまりにも可愛すぎてね、ずっと見てたら、なんか1時間半ぐらい経過しちゃったんですけれども、それでもね、勢いはとどまるところを知りませんね。もうすごいうねうねっと動いてます。俺はこんな萌えななんかじゃ死なねえぜっていうね、なんか強い何かを感じますね。本当に少しも弱る様子がありませんね。本当に元気ですね。
ただね、ずっと萌え苗につけておいたら栄養摂取できないので、多分ね、餓死すると思いますので、ちょっとね、なんか魚の切り身とかで育てられないか、一応ね、ダメ元で試みてみます。というわけで、このアニサキスはもうサルベージします。よくぞ耐えた。ちょっとしばらくタラの切り身の上で飼育を試みてみようと思います。ただ切り身は腐ってきますので、2日に1回ぐらいは変えてあげないといけませんけどね。ダメ元で多分死ぬと思いますけど、どうせ死ぬ運命ならね、少しはあがいてみようと思います。私がですけどね。このアニサキスもあがいてもらいたいところですよね。というわけで、元気なアニサキスをモンスターエナジーにつけた結果、アニサキスはね、さらに元気になってしまいました。全く勢いが衰えることはありませんでしたね。この結果からわかることは、カフェインはアニサキスにはあまり効かないということですね。で、アニサキスはもう当然にね、酸性には耐性持ってるはずですから、消化液に溶かされないようにね、そういう耐性を持ってるはずですから、こんなね、炭酸飲料ごときの弱酸性ではね、もうびくともしないということですね。いやー、皆さんアニサキスはやっぱり危ないですよ。何としても規制してやるっていう執念を感じますよね。なのでね、皆さんアニサキスはね、絶対食べないでくださいね。生きたままは。生きたまま食べると大変なことになりますからね。というわけで、このアニサキスはしばらくこの切り身の上で培養してみます。このままだと乾燥すると思うので、切り身をね、二つ折りにして乾燥しないように肉と肉で挟んでね、サンドイッチにしてあげましょう。タラの肉で挟んでね、サンドイッチにしてちょっと培養を試みます。もしうまくいったら動画にします。もしうまくいったらね、多分うまくいかないと思いますけど。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。